どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、立て続けに投稿したトゥッカーノテトラ関連の動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄の URL からそちらの動画も見てやってください。前回はついに100匹になったトゥッカーノテトラを実際の水槽に導入し、泳いでいるところから救助の映像までお届けしました。初めてこんなに高額な買い物をしたので、だいぶ恐る恐るだったんですが、なんとか100匹入れることができてよかったです。そんな嬉しいこと尽くしのトゥッカーノテトラのお話なんですが、前回の動画で匂わせていた通り、実はトラブルに見舞われていたんです。正直このことは動画で話そうかすごく迷ったんですが、ことがことだったので動画でお話しさせていただこうと思います。このトラブルに関しては、今映像に映っているクリプトコリネ水槽のクリプトがめちゃんこ溶けた時の数百倍のダメージを負ったので、ぜひ最後まで見ていただければ幸いです。というわけで早速結論からお話をすると、トゥッカーノテトラ、実は150匹飼ってたんです。何を言ってるのかよくわからないと思うんですが、前回11万3000円で100匹購入したと言っていたのは嘘で、実際にはその 1.5 倍の150匹をペットバルーンで買っていたんです。ではなぜ最終的に100匹しか導入できなかったのかというと、導入前のサテライト隔離時期に大量にトゥッカーノテトラが落ちてしまったからです。いきなりそんなことを言われても頭がこんがらがってしまうと思うので、包み隠さない状態での時系列をお話しします。まず最初はトゥッカーノテトラを1匹1280円で50匹購入したところから始まります。これは以前の動画でもお話しした通りの内容です。その動画で導入映像がお見せできなかった理由は、サテライト内での隔離期間を設けていたからです。自分はいつも生体を数十匹単位で購入したり、生体がまだ小さくて痩せている場合は、輸送のストレスや餌抜きで体力が削られていることも考慮し、サテライト内でしっかりブラインシュリンプを行き渡らせるようにしているんです。こうすることで小さい個体から大きい個体までまんべんなく給餌することができ、食いっぱぐれて落ちてしまう個体が減ります。どうしても輸送のストレスなどで落ちてしまうこともありますが、何度もネット通販を利用し、数百匹の生体を購入してきた自分の場合は、このやり方が一番生存率が高かったんです。正直この方法がベストかは分かりませんが、今までの実績を鑑みて、トゥッカーノテトラもしばらく隔離し、痩せている個体がふっくらするまで本水槽への導入を見合わせていました。その時点ではまだ全く問題はなく、1匹も落ちていません。そこから2週間後、ペットバルーンで1匹980円という破格の値段でトゥッカーノテトラが販売されました。この機を逃しては100匹の群営は見られないと思ったため、今回も追加で50匹を購入し、同じ水槽にサテライト2つを使い隔離を開始。本当は1日でも早く導入したかったんですが、2便目に購入した個体たちも痩せて小さい個体が多かったので、そのまま1便目の隔離も同じ水槽で行っていました。そこからさらに2週間が経ったある日の朝、いつものように全水槽の生態をチェックしていると、1匹トゥッカーノテトラが落ちていることに気がつきました。今まで順調にいってはいましたが、100匹もいれば1匹落ちるのはおかしいことではないので、仕方ないと割り切り家を後にすることに。ちなみに落ちた個体を観察してみましたが、特に異常のようなものは感じませんでした。他の個体も元気に泳いでいたので、そこまで深刻には捉えていなかったように思います。そして夜に自宅に帰り、再度生態チェックをしてみると、サテライト内で数十匹のトゥッカーノテトラが落ちていました。正直この時はマジでパニック状態で、ショックのあまりしばらくその場から離れられませんでしたね。ただそのまま見ていても始まらないので、落ちた個体を一匹一匹観察し、何か異常がないかを確認してみることに。パッと見どの個体も外傷や目立った病変はなく、手がかりがないと頭を抱えたんですが、よく見てみると若干白いもやが体にかかっている個体が見つかりました。
トゥッカーノテトラ自体が超小型なこともあり、これだけでは何が原因なのか判断できませんでしたが、帰宅して数時間目を離した隙にも数匹落ちており、即断即決するほかない状況に。結果的に白いもやと急激な生体の死亡からネオン病ではないかと考えました。ネオン病は基本的にネオンテトラやカージナルテトラに多く見られる病気ですが、小型のカラシンという点では一致しており、可能性は高いと思います。それを決定づける要因として、トゥッカーノテトラを入れたサテライト2個がかかっている本水槽側の生体が1匹も落ちていないことが挙げられます。サテライトは本水槽と飼育水を共有しているため、種類によってかかりやすい病気でない限り、水槽全体でこの謎の死亡が発生しているはずです。ここに関しては素人考えなんで間違っている可能性は高いですが、とりあえず原因をこじつけてでも考えるほかありませんでした。幸いなことに何か起きた時に備えて魚病薬は数種類常備しており、その病気に効くと思われる薬は手元にあります。どの魚病薬を選択するか迷ったんですが、今回はこのエルバージュエースという魚病薬を使用しました。これは自分が知っている魚病薬の中で最強の効果を持っており、様々な感染症に対して高い効果を発揮してくれます。今まで何度かお世話になっていたんですが、効果は間違いありません。ただ、幅広い病気に対して高い効果を発揮するということは、その分リスクも伴います。強い薬なので、本来であればそのままにしておいたら落ちずに済んだ個体も、薬で落ちる可能性も十分にあります。しかし、数時間おきに生体が落ちている現状を放置しておくと、確実に100匹すべて落ちることが目に見えていたので、リスクを承知で薬浴に踏み切りました。まず、エルバージュエースを使用する際は、効果が強力でバクテリアにも影響を与えるため、投薬する場合は必ず隔離水槽が必要になります。今回は空いている30センチキューブ水槽を使用します。そして薬浴をする際は基本的に塩浴も一緒に行った方がいいので、塩も薬と同時に入れます。塩浴はいわば熱帯魚のポカリスエットのようなもので、魚の体内の浸透圧と水槽内の水の浸透圧を同じくらいにすることで、生体の負担を軽減し回復力を高めます。今回は水量22リットルに対して 0.5% の塩分濃度になるよう約 115g の塩を入れました。水槽の準備ができたらエルバージュエースを投与していくんですが、この薬剤は個包装で 0.5g ずつに分かれており、それを水槽内に入れることで使用できます。ただ効果が強いため 0.5g と少量にもかかわらず60リットル分の効果を発揮します。これをそのまま25リットル程度しか入らない水槽に入れると、薬が高濃度すぎて生体が逆に落ちてしまいます。かといって小数点第2位まで測れる精密な測りもありません。ではどうするのかというと、一旦水で希釈して使用します。2リットルのペットボトルに 0.5g すべてを入れることで、精密な計量を必要とせず、水量に合わせた投薬が可能になります。すべてのセットが完了したら、水量に合わせたエルバージュエース希釈水を隔離水槽内に流し込み、トゥッカーノテトラを入れます。この時酸欠にならないようにエアレーションを入れておきました。この時点で23匹落ちているので、ここからどれだけ食い止められるかが大事になってきます。ただ水面に浮いて力なく泳いでいる個体が複数匹見受けられるので、この数で落ち着くことはまずありえないとこの時思っていました。投薬を開始して一夜明けた翌朝、落ちた個体数は合計で47匹になってしまいました。正直家を出るのがこの時点で怖くなっていたんですが、やれることはやったので、あとは生体の生命力を信じるしかありません。とりあえず水質が悪化しないよう落ちてしまった個体を回収し、不安の中家を出ました。そこから3日が経過した映像がこちら。ご覧の通り力なく泳いでいる個体は1匹もいません。実はあの悪夢の1日を乗り越えてからパタリと落ちる個体がいなくなり、この3日間1匹も落ちることなく過ごすことができています。ただこのように元気に泳いでいても突然落ちてしまうので、まだまだ油断は禁物です。
そこからさらに5日後の投薬8日目の様子がこちら。先ほどよりも活発に動いているのがわかると思います。あれから1匹も落ちることなくここまで来ることができました。正直半数以上落ちてしまって、これはもう無理かと全滅も覚悟していたんですが、なんとか踏みとどまれてよかったです。ただ、まだ1週間しか経っていないので安心はできません。そして投薬から11日経過後の映像がこちら。もうそろそろ大丈夫そうかなというくらいには回復しました。ただ大事をとってもう少し様子を見たいので、今回は 50% 換水を行い、塩と薬剤の濃度を半分に下げました。この11日間の間に一度同じ薬剤&塩分濃度の水で 50% 換水を行っているので、水質の悪化は問題ありませんが、水槽に戻すことや薬による副作用のことを考えて、段階的に濃度を薄めていきます。そこから一気に2週間飛んで、薬浴開始から25日目の映像がこちら。段階的な換水によって塩分と薬剤はほぼ取り除かれています。初日に半数が落ちてからこの間1匹も落ちなかったので、ようやく本水槽へ移すことになりました。大変長い戦いになりましたが、ようやく終止符が打たれた形です。正直ここまで急激で大量の突然死の経験は全くなく、今回の対処法が合っていたのかは未だに分かりません。対処法が間違っていたから半数落ちてしまったのか、即日で対処したから半数で済んだのかは分からずじまいです。ただ生態をサテライトで隔離するにあたって、そこに落ちていた糞などは毎日取り除いていたため、調子を落としてしまったのはもしかするとサテライト L ではスペースが小さかったのかもしれません。今までカージナルテトラ150匹をサテライト L で 1,2 ヶ月隔離していても問題なかったので大丈夫だと考えていたんですが、万全を期すならもっと分散しておいた方がいいのではないかと思いました。というわけで、そういった経緯で100匹購入したトゥッカーノテトラが半数まで減少してしまい、ずっと落ち込んでいたんですが、ここで諦めるわけにはいかないと、再度50匹購入することを決意。そこから前回の100匹導入につながるわけですね。ただ、購入までは薬浴終わりのトゥッカーノテトラを水槽に入れて1ヶ月経過した後であり、その後の経過をしっかり見て問題ないと判断してから導入しました。前回の動画で気づいていた人がいたらすごいと思うんですが、50匹導入した時は奥に見えるガラスパイプがピカピカで、追加の50匹を入れた時は茶苔まみれになっていたのは、この1ヶ月のラグがあったからなんです。動画では立て続けに入れてるような感じでお話ししたんで気づいていなかったと思います。ちなみに3便目のトゥッカーノテトラの価格は1匹1280円でした。というわけでいかがだったでしょうか。結局なぜ突然大量に落ちてしまったのかは分かりませんでしたが、この失敗を生かして今後もアクアリウムを続けていきたいと思います。ただ漁病薬を常備してなかったらどうなってたかと思うと今でもゾッとします。1匹落ちたのが発覚してから半数になるまで24時間しか経過しておらず、そこから薬を調達して翌日の薬浴とかになってたら、もしかすると全滅してたかもしれません。生き物を扱う上ではこういったイレギュラーな出来事はつきものなので、皆さんも 2,3 種類くらいは漁病薬を常備しておくことをお勧めします。ちなみに今回150匹のトゥッカーノテトラを購入してかかった金額は合計で17万7,000円です。結局でかい出費にはなってしまいましたが、お金よりも生態を落としてしまったことの方がショックなので、これを糧に他の生態もめでていければと思います。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。